こんにちは。今日はこの手芸用ワックスコードを使ってとても可愛いバッグを作っていきます。サイズは使いやすいサイズ、だいたい32センチぐらい。模様編みは長編み5つと、あと長編み3つの扇形、これを繰り返していくだけです。とても簡単な模様になっています。とても可愛く出来上がるので、よかったら試してみてください。その際は高評価と登録と、あとベルマークをオンにすると、動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにして黒い色のベルマークにしてください。今回使う糸はダイソーさんのリサイクルコットン 100%、 極太で色はホワイト、 40g で約40メートル、使用かぎ針の目安は8号で、これを以前編んだもので、これがこのリサイクルコットンで編んだもので、こちらがセリアさんのパニエ、どちらで編んだものも全く同じサイズに出来上がりました。なので今回もどちらで編んでも同じサイズに出来上がります。こちらの方がしなやかで、ちょっとだけ光沢があって編みやすいんですが、ちょっと長さが短いので、その点はちょっと使いづらいかなと思っています。でもいろんな色があっておしゃれなので、お好きな糸で編んでみてください。で、他にはかぎ針は8号。このコードを編むときには7号で編んでいこうと思っています。あとはマーカーととじ針。このコードはこちらもダイソーさんの手芸用ワックスコードで、モノトーンで10メートル。こちらも同じダイソーさんで、ちょっと色が違っています。私は今回この色と合わせるために薄い方を選びました。例えばこんな色を使うときにはこっちの方が合うと思います。お好きなものを選んでください。最初に作る鎖の数について説明します。私は今回鎖を32編んで約32センチで、サイズを変更したい場合は32から6の倍数で増減します。例えば26、32、38、44、鎖を編んでいきます。この鎖編みは少しゆったりと編んでいきます。このまま必要な数だけ鎖を編んでいきます。ただ私はここでは見やすいように小さく編んでいきます。で、鎖を編んでいきます。必要な数だけ鎖を編んだら、この周りを細編みで一周します。楕円形にしたいので、この両端に細編みを3つ、こっちにも3つ。こっちで見るとこれがこの部分、これがこの部分、ここに細編み3つ、こっちにも3つで、ここからスタートします。まず細編みを2つ編んで
ぐるっと編んで、最後にもう一つ、全部で3つにします。この端の鎖に細編みを2つ、細編みをするので鎖をもう一つ、1つも取って2つ目に細編みで、この時裏返してこの糸が盛り上がっているところに細編みをしていきます。針から1、2、2つ目に細編み、この裏に針を入れて細編みをする方が、そこがきれいに出来上がります。これが1つ目。後で見分けやすいようにマーカーをつけておきます。同じところにもう一つ、これで1つに2つ、次からは1つずつ1つずつ編んで、まっすぐ編んでいきます。こっちで見るとこの部分、隣で、ここはこれから編んでいくまっすぐの始まり、ここに始まりということでマーカーをつけておきます。まっすぐの始まりで、次も一つまっすぐ編んでいきます。これで端から端の手前、ここはまっすぐの終わり、マーカーをつけておきます。次は半円、ここに細編みを3つ、まず1つ目、これが1つ目、次は2つ目、2つ目を編むときにこの糸端を向こうに寄せます。長い糸の下を通って向こう側で、この状態で2つ目の細編み、次は3つ目、3つ目を編むときにはこの糸端を今度は手前に寄せます。こうするとこの端の鎖の穴が目立ちにくくなるのと、あと糸端の処理が簡単になります。あと結び目が横に倒れたので、ここが盛り上がりにくくなります。次からはまっすぐ一つずつ編んでいきます。まず3つ入れた隣、これはまっすぐの始まり、次も一つ、この糸端は編みくるんでいきます。で、これが端の手前、端の手前にもまっすぐの細編み、
これがまっすぐの部分の終わり。マーカーをつけておきます。最後はこの一つ目の細編みの入っているところ、この細編みを編むときに針を入れたところ、ここに最後の細編み、これでこの最後の鎖に細編みが3つ、こっちも3つ、これで細長い楕円形ができました。最初の細編みに引き抜きます。で、1周目が終わります。この時、今引き抜いた糸にマーカーをつけておきます。これが最後の細編み。これは引き抜いた糸で細編みではありません。ここが最後の細編み。ここは引き抜いた糸。ちょっと戻って見てみると、これが最後の細編み。これが引き抜いた糸。細編みではないので、後で見分けやすいように引き抜いた糸にマーカーをつけておきます。次は2周目。2周目はこの3つそれぞれに細編みを2つ。まずここに2つ、次も2つ、こっちも2つ、ぐるっと回って最後も2つで、細編みを3個3個と3個増やしていきます。で、まずここ鎖1つ、鎖の根元、鎖の根元はここに細編みを2つ、これが1つ目。同じところにもう1つ、これで1つの細編みに細編みが2つ、次も2つ、1、2、次からはまっすぐ、でまっすぐの始まり、ここがまっすぐの終わり。で、次からは2つずつ。まずここ、1、2、次も1、次も1、2、次からは1つずつ。
これがまっすぐの始まり。これがまっすぐの終わり。で、次はこれが最後の細編み。これは引き抜いた糸で細編みではないので数には数えません。ここが最後の細編み。最後の細編みにも細編みを2つ。1、2、これで最後の細編みにも2つ。最初の細編みに引き抜きます。これで2周目。今引き抜いた糸にマーカーをつけておきます。次は3周目で、これから編んでいく楕円形は2つだけルールがあります。まず1つ目はこの部分、この半円に毎周細編みを3つ増やします。まず最初に鎖1つに細編み3つ、次に細編み6個、次は9個、次は12、15、18、3つずつ増やしていきます。で、ここはまっすぐ、こっちも3つずつ増やしていきます。で、もう一つのルールは、今ここに引き抜いた糸にマーカーをつけてきました。ここを境にして、こっち側では細編み2つ、3つ増やすうちの2つ増やして、こっちでは細編み1つ増やします。3つ増やすうちの1つ、1つと2つ、このバランスで増やします。で、その数がここで2つ増やせれば、どんな順番でも大丈夫です。1、2でも2、1でも、見た目がだいたい整っていれば大丈夫です。この側面を編んでいくと、多少ちょっとデコボコしていても目立たないので、気楽に見た目で判断して大体で増やしていっても大丈夫です。ともかく毎週3つずつ増やしていけば楕円が出来上がります。そんな感じで編んでいくと、数をあまり数えなくていいので簡単だと思います。次は3周目、また3つ増やします。こちら側では2つ、こっちでは3つ、最後にこの部分で1つ。増やし方の順番は大体で大丈夫です。こっちで見ると、まずここ今2つですが、1つ増やすので3つにします。まずここを1つ、ここを2つ、次も3つ。ここで同じように1つと2つでもいいし、2つと1つでも大丈夫です。この部分で2つ植えれば大丈夫です。こっちは3つ、2つ、1つとか。で、こちら側ではこの形を見て逆にしても大丈夫です。ここがなだらかな半円になるようにしていきます。
多少崩れていても大丈夫です。まず鎖一つで鎖の根元、私は今回ここを一つにして次を二つ。順番はどれでも大丈夫です。次も一つ増やして、ここを一つ、ここを二つ。適当で編んでも楕円形になります。でここからはまっすぐ。これはまっすぐの始まり。まっすぐの終わり。でここから3つ増やします。でここで2つにしたり、次を1つで、次また2つにして、次は1つで、順番通りにしなくてもここを見て丸みを持たせたいところを2つにしたりして、大体で増やしていきます。順番通りに厳密に編まなくても大体で楕円形が出来上がります。ここを一つにして、ここを二つ、で二つ増やしたところが少し丸くなります。次はまっすぐ。まっすぐの始まり。まっすぐの終わり。最後この細編み2つに1つ細編みを増やすので細編み3つにします。私はこの部分を丸くしたいのでここに細編みを2つにします。2つ、最後は1つ。ここは編まないで最初の細編みに引き抜きます。で今引き抜いた糸何周か編んでいくと分かりやすくなります。位置をつけておきます。次は4周目。4周目も
細編みをここで2つ、こっちで3つ、ここで1つ増やします。例えばここを2つにして、ここを1つ1つ、ここを1つにして2つ1つとかで、大体で見ながらバランスよく増やしていきます。簡単に編んでいきたいと思います。まず鎖1つ、根元に細編み1、2、私はここで1つ増やしました。次は1つ1つ、次も1つ増やして、次を丸くしたいので2つにしようと思います。1、2、最後は1つ。次からまたまっすぐ。で、次からこの範囲で3つ増やします。ここで丸みを持たせたいので、ここで1つ2つ1つという感じで増やしていこうかなと思います。1、2、次は1つ、次またこの範囲で1つ増やします。ここに丸みを持たせたいので、ここを2つにしようかと思います。1、同じところ2、次は1つ1つで、またこの範囲で1つ増やします。私はここでここを2つにします。これで3つ増えました。次からはまっすぐ。で、最後はこの範囲で1つ増やします。で、私はここで丸くしたいので、ここを2つ、次は2、
こには編まないで、最初の細編み、これで4周目で、5周目6周目も同じです。この範囲で2つ、この範囲で3つ、ここで1つ、全く同じように何周編んでも同じです。で、同じなのでもう編まないんですが、もうちょっとここだけ増やして終わりにしようかと思います。で、ここで引き抜いたところが分かりやすくなっています。一応もう1回だけ、ここでまた2つ増やします。だいたいこの範囲で大体で増やしていって、様子を見ながら丸みを持たせたいところに増やしていきます。鎖1つ、で、私はここに丸みを持たせたいので、ここに2つ、1、2、次はここに丸みを持たせたいので、ここに2つ、1、次は2つ、2、次からは1つずつ、こんな感じでカーブを作ります。ここはまたまっすぐ、ここはずっとまっすぐ、同じ数だけまっすぐ編んでいきます。ここでは毎週3つずつ増やします。またまっすぐ、ここでは1つ増やします。これを何周も必要な数だけ編んでいきます。私は今回6周編みます。で、6周まで編んでいきます。6周編んできました。長さは約29センチ、横幅は約 8.5 センチぐらい、これぐらいの大きさになりました。次は側面を編んでいきます。今回の模様は2周で1つの模様になっています。まず1つ目、鎖を1つ、根元に細編み、で、後で見分けにくくなりそうだったらマーカー。次は足元2つ飛ばします。2つ飛ばして3つ目に長編み、で、同じところにあと長編みを4つ、全部で5つにします。2つ目、3つ目、4つ目、5つ目、これで長編み5つ、また足元2つ飛ばします。2つ飛ばして3つ目に細編み、
これで細編み、長編み5つの扇形で細編み、これを繰り返していきます。細編みの次には扇形、足元を2つ飛ばします。1、2、3。これで5つ。次は足元2つ飛ばして細編み。こんな感じで続けていきます。次も扇形。1、2、3。1、2、3、4、5。足元2つ飛ばして3つ目に細編み。1、2、3、細編み。こんな感じで一周します。今途中なんですが、糸が短くなったので新しい糸を足していきます。で、今細編みを編んでいるところ、細編みで糸を変える方が簡単です。細編みをちょっと戻って、これを新しい糸で引き抜きます。これで糸が変わりました。で、長編みの途中で変える方法。細編みが終わって次の長編み。1、2、3。ここに長編みを編む途中。3本あるうちの2本から引き抜きます。次この2本を新しい糸で引き抜きます。これを引っ掛けて、これで糸が変わりました。で、また続けて長編みを編んでいきます。この糸端は後でそれぞれとじ針で隠していきます。で、このまままた続けていきます。一周編んできました。これが最後の長編み5つ。最初の細編みに引き抜きます。これでつながりました。次は2周目。鎖を3つ。1、2、3。これは長編み1つの代わり。
もう一つ鎖、同じところに長編みをもう一つ、これで鎖4つと長編み1つ。次はこの下の扇、長編みの真ん中に細編みを1つ、鎖と長編み、細編み、次の細編み、扇と扇の間、ここに長編みをします。長編み、鎖1つ、また同じところに長編み、この扇と扇の間の細編み、鎖1つで同じところに長編み、これで長編み1つ、鎖、長編み、鎖、長編み、こういう形の扇形。次の扇の真ん中、細編みをします。こんな形で編んでいきます。下の扇と扇の間には長編み、扇の一番上には細編み、ここに長編み、鎖、長編み、鎖、長編み、まず長編み、鎖、同じところに長編み、鎖、長編み、これは長編み3つの扇形で、下の扇の真ん中、次も同じように編んでいきます。で、一番上、細編み、また同じ扇と扇の間、長編み3つの扇形、で細編み、こんな模様で繰り返していきます。ぐるっと編んで最初のところまで戻っていきます。長編み3つの扇形を編んできました。これが最後の細編み。最後の細編みを編んだら、最初の鎖、同じところに長編みをします。ここにこれで長編み、鎖1つ、最初の鎖の下から3つ目、1、2、3、3つ目の鎖の上が
2本になる位置、上が2本、下は1本。この位置に針を入れて引き抜いてつなぎます。引き抜き編み。これでこの部分も長編み、長編みの代わりの鎖で長編み、ここと同じになりました。次は3周目。3周目はここと同じように編んでいきます。まず細編み、鎖1つ、根元に細編み、で次はこの長編み3つの扇と扇の間、この1周目の扇の上、この細編みに長編み5つ、1、2、3、4、5、これで長編み5つ。で次はこの2周目の長編み3つの一番上、ここに細編み、でまた長編み5つの扇形、この細編みのところ、1、2、3、4、5、次またこの下の長編み3つの真ん中、こんな感じで交互になるように編んでいきます。次またこの扇と扇の間、これを繰り返していきます。ここに細編み、扇、細編み、扇と繰り返していきます。3周目の終わりまで来ました。今長編み5つ編んだところ、最初の細編みに引き抜きます。これで3周目が終わりました。次は4周目。4周目はここと全く同じです。鎖4つ、1、2、3、4、同じところに長編みを1つ、次はこの長編み5つの真ん中、細編みをします。で下の扇と扇の間、長編み3つの扇形、まず長編み、鎖、長編み、鎖で長編み、で真ん中に細編み、
次も同じ。この扇と扇の真ん中に長編み3つの扇形で、また真ん中に細編み、間に扇形、これを繰り返していきます。この2周で1つの模様になっています。これをずっと好みの高さになるまで編んでいきます。この長編み筒の扇形を数えて9個編んできました。今長編み筒の扇形のところ、長さは約21センチで、ここで私は縁を編んでいきます。で、普段は縁を編むときにここをフラットにするんですが、私は今回ここをウェーブのまま作っていきたいと思います。で、今糸の出ているところ、糸が出ているところから続けて編んでいきます。まずこのまま1つ目の長編みの上、このまま細編み、これが1つ目の細編み。次はこの2つ目の長編みの上、次は3つ目、3つ目には細編みを2つ、1、2、次は4つ目、細編みを1つ、5つ目、細編みを1つ、細編み1、1、2、1、1、次はこの扇形と扇形の間の細編み、ここはスキップします。編まないで次の長編み、このまま細編みで、次また細編み、次は3つ目の長編みの上、ここは2つ、次は1つ、また1つ、間の細編みはスキップ、1つ飛ばして次、こんな感じで編んでいこうと思います。次もここをスキップして次、これで1周します。細編みで1周してきました。最初の細編みに引き抜きます。次は縁の2周目、全部一つに一つの細編みをしていきます。鎖1つ、根元に細編み、でマーカー、次の細編みにも細編み、次もこのままくるっと1周細編みを続けます。
全部一つに一つずつ。2周目を編んできました。最後の細編みから糸を抜きます。とじ針で始末したいので少し長めに糸を残します。最後の細編み、これが最初の細編み。その隣に針を入れます。端から1、2、2つ目に手前から向こう。これが最後の細編み。最後の細編みの上から針を入れます。で、上から入れて下の細編みも通って裏に出します。で、大きさを揃えます。で、あとは裏で行ったり来たりしてしっかりと留めます。これで本体が終わりました。次はストラップを作っていきます。このコードを使います。次はストラップを作っていきます。この手芸用のコードを使います。針は7号。きつめに編んでいきたいので7号で編んでいきます。この使うコードによって細めに変えます。糸足は少し長め。だいたい10センチから20センチぐらい残して編んでいきます。まず鎖2つ、きつめに編んでいきます。1、2、1つ戻って2つ目に細編み。この裏山に針を入れて細編みをします。これで細編みが1つ。次また鎖を2つ。1、2で長編みをします。この細編みの2本の糸の下、最初に編んだ細編みの横から見てこの2本の糸の下、ここに針を入れて長編みをします。3本のうち2本から引き抜いて、もう一度引き抜いて、これで長編み、細編みと長編み、これを繰り返していきます。次細編み、鎖を1つ、1つ戻って2つ目はこの2本の糸の下、この長編みの横から見てこの2本の糸の下、ここに細編みをします。細編み、これで細編み、長編み、細編み、
次また長編み、鎖2つ、1、2で、この細編み2本の糸の下長編みをします。で、長編みで、長編みの次は細編みで、もし分かりにくかったらここに細編みのところにマーカーをつけていってもいいかと思います。で、次また細編み、細編みの時は鎖1つ、1つ戻って2つ目に細編み、次は長編み、鎖2つで、この下長編みをします。こんな感じのストラップになっていきます。長編みの次は細編み、次は長編み、こんな感じで繰り返していきます。私は肩にかける長さでだいたい80センチから1メートル編んで様子を見て、で肩に当ててみて好みの長さにします。だいたい80から1メートルぐらい編んで様子を見ます。ストラップを約105センチ編んできました。私は肩にかけるタイプにしたいのでこれぐらいにしました。で、この位置にストラップを通します。ここが脇で、ここからスタートします。ここから入れて、で裏を通ってこっち側で、また裏を通って反対側の脇で通してみます。で、ここは通しやすいところ、この模様のところが通しやすいのでここからスタートします。で、ここも通しやすそうなところ、で次はここ、全部ストラップを通しました。ここからスタートしてここを通って、で反対側も同じようにこんな感じで通りました。こうするとバッグの形になります。
でこのストラップが出ている位置、これを確認して好みのバランスであれば、最後にこの脇でストラップをつなぎます。適当に結んでおきたいと思います。でそれぞれを隠します。こんな感じに出来上がりました。で底は広めでたくさん物が入ります。で模様編みは透かしが少ないので一年中使えるような模様になっています。で縁は少しだけ波形になっています。ストラップは肩にかけて使えるように長め。この模様編みとイメージを合わせたので統一感が出ておしゃれな感じになっています。でこのストラップは手芸用のワックスコードで編んだのでとてもしっかりとしています。横幅は約32センチ、使いやすいサイズになっています。サイズを測りました。上から下まで26センチ、横幅32、ストラップは115センチ、使った糸は210グラム。こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。